自分の体っていうのは毎日の自分の習慣の積み重ね、集大成なので、はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は気分を変えて、天気もいいのでね、外からお届けしております。はい、それでね、今日もだいぶ暑くなってきましたので、どうしてもね、やっぱり薄着になる、そういう季節になってきました。ちょっと気になりますよね。この辺とかやっぱりどうしても女性はね、そういうの気になります。それはね、もういつになっても気になります。20代だけじゃない。私ね、もともとちょっとね、肩が張ってて、で筋肉質の骨太だったんですね。骨格ストレートさんっていうの、そういうの全開で、若い時はね、どうしても運動をウェイトトレーニングみたいな、あんまりそういうものをしちゃうとすぐ筋肉ついてね、がっちりしちゃってたんですよ。そうなので、あんまりねしてこなかったんですけどね、50代になって気になるのが、なんかしぼんできたなみたいなそう20代30代の時にね、ちょっとこうふっくらしていたからこそ、余計に50代になってきてね、ちょっとしぼんできちゃうんですよ、残念ながら。もともとね、あんまり二の腕とか太いタイプではなかったんですけど、どうしてもね、年を取ってくると、なんかタルタルみたいな感じ、振り袖っていうんですかね、ああいう感じになってきちゃって、50代の体っていうのはやっぱりね、明らかに若い時とは違う。脂肪を食べやすくなっているっていうのは、筋肉がね落ちてきてるからなんですよね。昔若い時は筋肉がすごいあって、ちょっと動くとすぐ筋肉になっちゃって、肩太りみたいな感じになってたんですけど、今はね、明らかに筋肉の量が少なくなってる。なのでダイエットをして、例えば痩せたとしても、なんかしぼんだる感じになっちゃうんですよね。50代の体がしぼむとどうなるか。たるみ、シワ明らかに老けて見える。それでね、痩せたいけど痩せれないっていう方もね、いるかもしれません。で、今私が気にしてるのは、なるべく筋肉をつける、筋肉を落とさないように食事を気をつける、食べる量を減らすっていうよりは、食べる質を良くする、本当内容を良くする、あとその栄養素を良くする、そういうことを心がけています。運動もカーディオ運動だけではなく、ちょっとウェイトを使った筋肉運動を入れるようにしています。昔はカーディオがね好きで、ダンスとかそういうねエアロビクスとか、あと水泳なんかもねしてたんですけど、今はね水泳はちょっとしてないんですが、なるべくカロリーを消費する、そういう運動を心がけていたんですけど、最近はね、もちろんカーディオとかねエアロビクス系も好きでやってるんですけど、それ以外にやっぱりちょっとしたウェイトをね使ったトレーニングも加えています。というのはね、本当に何もしないと筋肉が細る。筋肉が細ると中身がなくなるので、やっぱりどうしてもね、タルタルってシワシワってなってきてしまうんですよね。なのでなるべく筋肉はなくさないように運動も気をつけています。あとね、運動が嫌いっていう人もいると思うんですけど、あえて運動するっていうふうに思わないで、なんか体をね動かすっていうことを習慣づけるようにするといいと思います。例えばね、ちょっと階段の上り下りですとか、なんか物を持ったりとかね、重いものを持つのって本当嫌だと思うんですけど、それをねちょっとウェイトトレーニングのつもりで、なんかちょっとあえてポジティブに考えて持ってみるとか、階段の上り下りはね、もちろんいいヒップアップの運動にもなりますし、あえてエスカレーターを使わずに階段を上る、そういう感じでね続けるといいかと思います。あとはね、やっぱり筋肉がないと痩せにくいっていうのはあります。筋肉があることで基礎代謝が
やっぱり上がるので、基礎代謝を上げるっていうことが痩せやすい体を作るっていうことにもつながります。あとはね、筋肉があるとやっぱり骨とかね、そういうものを体を支える礎となってくれるので、体の歪みをきちんとね支えてくれる、整えてくれるっていう風な作用があるので、体の不調をね、抑えられます。昔は私すごく背筋がすごく強かったんですよ。背筋がね100キロぐらいあって、でも腹筋が苦手だったんです。腹筋がすごい嫌いであんまりやってなかったのね。でも最近はなるべく腹筋、前の方腹筋も鍛えるようにして、そうすると、背筋と腹筋のバランスが整うので、お互いにこう引っ張り合う、支え合うみたいな感じになるの。背筋だけが強いとこっちだけギュッてなって、どうしてもこう反り腰になっちゃうんですよね。だから今はね腹筋を結構やっているので、お互いに支え合っていい感じでね、腰痛もなく過ごしております。あとね、筋肉があると抑えられる不調っていうのは、冷え性ですとか便秘、そうね、筋肉があった方がもう押し出す力も高まりますし、あともちろんね血流も良くなります。疲れやすさなんかも改善してくると思います。日々ねすごく気持ちよく過ごせる方と思います。姿勢っていうのもね大事になってきます。姿勢が悪くなるとどうしてもこうやってね巻き肩、胸が縮こまる、あとは猫背、ストレートネック、首が前に出るね、あとは背中や肩にここがもっこりと肉がつきやすくなってきます。そう、カバ型っていうやつね。いかにもおばさんっていう感じのね体型になってしまいます。なのでこのね猫背をなくす、こう胸を広げて巻き肩を後ろにこうグッて押さえて、ここで光をちょうどいいね、今日はね光をここで受け取る、そういう感じで、そこに首を自然に乗っけるみたいな感じで姿勢をね良くしましょう。それだけでもね結構筋肉使うんですよ。そうなので自然に筋肉運動になっております。姿勢がいいだけでね痩せやすい体になりますね。習慣にしてしまえばもうそれが普通になっちゃって、私なんかね猫背でこういると余計にね疲れた気持ちになっちゃう。ちょっとこうやって姿勢を良くするだけでなんか見栄えもいいですし、燃焼もする体になります。あとねやっぱりなんか胸こう猫背になってるとねなんか下がって見えちゃうんだよね。そうバストアップとかにもなります。いいこと三昧。これに関連して簡単な、背中二の腕を鍛えるエクササイズをちょっとご紹介したいと思います。私がねよくなんか疲れたなみたいな感じになった時にやる運動っていうのは、簡単、こうやってね座っててもできる。手を上に上げて肩甲骨を寄せるような感じでぐーって後ろに肘を引く。その時にふーって息を吐きながら寄せて、それを何回か繰り返す。そう、肩は下げる、下げてこうなんない、スッとこうしてぐーっと下げる。そう、これするとね結構良くなります。もちろんねこうやって回すのもいいですよ。あともう一つ、手を後ろに伸ばしてこうやって伸ばして手のひら上こうやる。この時にあんまりこう広げない、こうギュッとギュッと肩甲骨を寄せてグッ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 って上に。そうすると肩甲骨がね見えたかな、ギュッギュッギュッってして、なおかつ二の腕のここがグッと締まって二の腕痩せになります。やり終わったら腕を伸ばしてグッグッグー。そう脇って結構リンパとかも通ってるので、ぐーっとここを伸ばしてあげるだけですごく通りが良くなって二の腕痩せになります。そう簡単でしょ。
これを、休憩の時に軽くやってあげると、もうねいちいち、ジム行ってなんかねマシントレーニングしようとかそういう風にしなくても、ある程度ねこの辺がすっきりした二の腕になると思います。二の腕だけじゃなくね、この辺のサイドっていうのもすっきりしてくるので、本当にね背中からの、後ろ姿が変わってきます。トレーニングっていうよりも日頃からのねそういう細かな運動をしていくと、運動が嫌いな人でも運動をしなくても大丈夫になります。運動言ってきてるんですけど、運動も大事なんですけども、それよりもね私最近ちょっと50代になってきて、ストレッチの方がすごい大事なんじゃないかって思い始めました。筋肉ってね硬く固まってしまうと五十肩とかね、あとは腰痛の原因になります。で、私もね仕事柄こうやってねついこう固まって、この辺を固めてこうやる仕事が多いので、そうするとねやっぱり固まっちゃうんですよ。緊張しちゃうっていうの。それを放置しておくと五十肩がねすぐ再発してしまうので、私もなるべくね肩甲骨を回す、肩を回す、そういうのを心がけています。そういう風にねするだけで、ちょっとこう五十肩のね再発を防止することもできています。もう本当にね伸ばすのすごい大事なので、お風呂上がりにねちょっとしたストレッチとか、わざわざそういう風に時間を設けなくても、ちょっとしたね合間でさっきやったみたいなストレッチ運動を入れてみると、一日の中でね筋肉を固めないで生活ができるようになると思います。あと、こんなところでこんなところでやるのもなんなんですけど、お風呂上がりにね私がやっているボディクリームの塗り方、私は結構ね二の腕痩せっていうかすっきりさせるのにいいんじゃないかと思って、これをご紹介したいと思います。以前もねボディクリーム、上半身マッサージ、バストアップマッサージみたいなので動画作ったことあるんですけれども、ご紹介したいと思います。あんまり肌をねガサガサこすりたくないっていう人は、しっかりねボディクリームを塗って滑りを良くしてからねやってみてください。ということで、まず、ボディクリームねこう塗って、手を上に上げ、この肘っていうかね、もうこの辺からぐーっと掴んで脇にこう流してあげる。ぐーってね脇に流してあげる。特にもう二の腕、この辺ぐーっと掴んでぐーっと流してあげる。あと後ろ、ここからぐーっと持ってきて胸にぐーっとこう流してあげる。で、下からこうぐーっと流してあげる。あと肩からぐーっとこうやってバストに流してあげる。そうするとこの辺、あとはこの辺から全部無駄なねリンパの溜まってたものをこう脇の下、鎖骨のこのリンパのね排泄口に流してあげることができます。あと、あえてねそのリンパおっぱいに入れちゃおうっていうそういうことですよ。こうぐーっと持ってきてね胸の方に入れてあげる。下からこの下のお肉をぐーっと上に持ってきて胸に入れてあげる。そういう感じでねしてあげると、胸周りこの辺を触ってあげるっていうのは乳がんのね早期発見にもなりますし、そのねリンパの流れを良くして流してあげると、むくみがたまるとやっぱり二の腕がパンパンってこう太って見えたりとか、あとはねそこにタルタルってなっちゃうので、そこもねやっぱりすっきりと流してあげるっていうのも、二の腕、この辺のね上半身をすっきり見せるっていうことにもつながります。はい、ということで、こんなにたくさんいろいろやんなきゃいけないのかよと今まで一つもやってきてないよっていう人にとってはちょっと面倒くさいかなとも思うんですが、歯磨きと一緒でね生活の中に取り入れてしまえば、なんてことない当たり前のことになってしまうので、ぜひね最初は癖をつける、やることを癖づけるっていうのは面倒かもしれないですけど、やってっちゃったらね
もうそれは習慣として当たり前にやらないとなんか気持ち悪いっていう風になってきちゃうので、ぜひねそこぐらいまで持っていってあげてください。自分の体っていうのは毎日の自分の習慣の積み重ね、そう集大成なので、食べ物をちょっと我慢してめちゃめちゃ運動して、一時期のね付け焼き場でちょっと変わったとしても、生活を元に戻してしまったらもうね一緒、またすぐリバウンドします。何回も言うよ、大切なことだからね。生活習慣、マインドを変えないと体も変わりません。逆に言うと、少しのマインドセットをすれば簡単に体も変わっていく。そう生活をね変える、考えを変えると体も変わっていくんです。1日や2日でもう何十キロもね太ったりしないでしょ。本当気がつかないうちに10キロ太ってるっていうのはね、やっぱり半年とか1年とかかかってるんです。その分だけ取り戻すのもね、それぐらい時間をかけてゆっくりと自分の体と生活を変える、そのつもりでやっていくと、もうねリバウンドもしないで、自分のね体が標準体重、動きやすい体になってくると思います。そう50代ね無理やり痩せる必要はない。でもやっぱり太りすぎてるとね、やっぱり動きにくかったり動くのも嫌だ、あと変なね成人病になったりとか、そういうことになってきます。体の不調を起こす。なのでやっぱり健康を第一に、健康的な体を取り戻す、そのためには健康的な生活習慣をとる、マインドを変える、そういうことが大切になってくると思います。最後ねちょっと説教臭くなっちゃったけど、でもねやっぱりそれはもうご自分のためだと思って、自分がね変わりたいと思うんだったら、自分のねマインドをやっぱり変えていく必要があると思います。私はねアメリカに来て結構変わりました。日本にいる時はどうしてもね仕事も忙しかったり、あと食べ物がねどうしてもコンビニだったり、あとは現場のお弁当だったりとかね、てんやものだったりとか、そういうことが多くて、それにね全く不思議も感じないで食べていました。むしろ美味しいって思って食べていました。だけどやっぱりねそういうのの積み重ねで病気を発症したりとか、ストレスを溜め込みやすくなったりとか、やっぱりねしていたので、生活を変えてみる、頭を切り替えてみるっていうね、そういうきっかけになったのはちょっとねアメリカに来てからでした。普通の人がねまるっきり生活環境を変えるっていうのは、難しいと思うんですけど、今のご時世ねこうやっていろんな人が自分の体験を話したりとか、自分のマインドセットどうやったよ、こうやったよとか、こういうふうにするといいよとかいうのをね無料で発信してくれています。なので、自分がねなんかこうなりたいとか賛同できる、そういうやりやすい方法でこう自分のねマインドをこう切り替えていける、そういう風なね方法ってたくさんあると思います。なのでぜひぜひねご自分に合った、生活習慣、マインドを変えるっていうことでねやってみて、これから50代からもうより健康に、なる方法を模索してみるといいかなと思います。私の方法が、ベストとはね言いません。もういろんな方がいろんなことを言ってると思うんですけど、でもやっぱりね簡単に痩せる、簡単に何かでなすっていうことはねやっぱりないので、すぐ戻っちゃうっていうのはやっぱりどなたもね感じてることだと思います。あとは50代になって20代と同じダイエット方法ではやっぱりね無理、体が違うから。ご自分の年齢に合った、ご自分の体質に合ったそういうねダイエット法、あとは運動法、生活習慣っていうのをね、模索してみてください。私は一つの案として提案させていただきました。ということで、長くなりましたけど、今日はお外からね、今日はね日曜日で天気もいいし、周りにね家族連れがたくさんいるんですよ。なのでちょっとね恥ずかしかったですけど、ちょっとねお話しさせていただきました。ということで
今日の動画がね良かったなと思ってくれた方は是非チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。